マタイの福音書、第5章、イエスはこの文集を見て、山に登られた、腰を下ろされると、弟子たちが近くに寄ってきた。そこで、イエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に植え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために、人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを、人々はそのように迫害したのです。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気を取り戻すことができるでしょうか。もう何の役にも立たず、外に捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また、明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば、家にいるすべての人を照らします。そのように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠に、あなた方に言います。天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が実現します。ですから、これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、またそうするように人々に教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを行い、またそうするように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。誠に、あなた方に言います。もしあなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、決して天の御国に入れません。殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と昔の人々に言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって、能なし、というものは、最高議会に引き渡されます。愚か者、というものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから、祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物を祭壇の前に置いたまま、まず行って兄弟と仲直りをし、それから戻ってきて、供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、一緒に行く途中で、早くは返しなさい。そうしないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に入れられます。誠に、あなたに言います。最後の1コドラントを支払うまでは、決してそこから出ることはできません。勧誘してはならない。と言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。もし、あなたの右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても、全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いからです。もし、あなたの右の手があなたをつまずかせるなら、切り落として捨てなさい。体の一部を失っても、全身がゲヘナに落ちない方が良いからです。妻を離縁する者は離縁状を与えよう、と言われています。しかし、私はあなた方に言います。誰でも、不貧困以外の理由で妻を離縁する者は、妻に姦淫を犯させることになります。また、離縁された女と結婚する者も、姦淫を犯すことになります。また、偽りの誓いを立ててはならない。主に対して誓ったことは、必ず果たせ。と昔の人々に言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。決して誓ってはなりません。天を指して誓ってはなりません。そこは神の王座だからです。地を指して誓ってはなりません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってはなりません。そこは大王の戸だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは、一本の髪の毛さえ白くも黒くもできないからです。だから、
あなた方は、はい、はい、いいえ、いいえ、と言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのです。目には目を、歯には歯を、と言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には、上着もやりなさい。あなたに1ミリオン生けと強いる者とは、2ミリオン生きなさい。求める者には与えなさい。借りたいというものを断ってはなりません。隣人を愛し、敵を憎め、と言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。父は、悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いがあるでしょうか。鳥星人でも、同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも、同じことをしているではありませんか。ですから、あなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい。